皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。今回と次回の2回分では、ネットワークフローと最大流問題がテーマです。ここで扱うフローネットワークっていうのはどういうものかというと、具体的には道路のネットワークとか水道管のネットワークなどのように、道路とか配管ごとに、キャパシティ、容量が決まっているような有効グラフのことです。で、最大流問題というのは、そのキャパシティをオーバーしない範囲内で支点から終点まで流せる、そのトータルの最大の流量はいくつかという、問題です。で、最終的には次回、この問題を解くフォード・ファルカーソンのアルゴリズムというのを理解することが目標になるんですけれども、今回はその準備としてフローネットワークの基礎概念を整理していきます。最大流問題がどういう問題かをフォーマルに述べる前に、これを学ぶ動機づけとして、まずは最大流問題が実社会のどういうシチュエーションで現れる問題なのかという実例をいくつか紹介します。一つ目の例は教科書にあるものですけれども、人が大勢集まるコンサートなどのイベントが開催された時に、イベントの終了後は観客たちが一斉に会場から最寄りの駅まで移動することになります。でも道路には道幅の広い道路もあれば、狭い道路もあるので、この図にある通り、一度に通れる人数の上限が道路ごとに決まっています。なので、もし大勢の人たちがいっぺんに同じ道路に集中してしまったら、そこで渋滞が起きてしまって人の流れがなかなか履けないことになってしまいます。ですから、道路がパンクしないようにイベントが終わったら、こちらの帰宅経路に何名を誘導する、あちらの帰宅経路に何名を誘導するというふうに人の流れをうまく振り分ける必要が生じます。このようなイベント会場から駅まで最大何名までを流せるか、そして最大の人数を流すには各道路に何名流せばいいかという問題は、まさにネットワークの中でできるだけ多くのものを流したいという最大流問題の良い実例です。最大流問題の実例としてもう一つ典型的なのは、インターネットの通信経路決めです。私たちがインターネットを使えるのは、世界のあちこちに通信ケーブルが張り巡らされているからで、例えば日本の国内の大学や研究機関の多くは、サイネットという情報通信ネットワークでお互いにつながれています。このサイネットでは図に示されているように 100Gbps まで出せる回線が全国に張り巡らされていて、さらに東京から大阪には 400Gbps まで出せる太い回線が引かれています。実際にはつながりやすい回線もあれば、混雑してつながりにくい回線もあったりするので、それぞれの回線のキャパシティというのはもう少し多様で複雑になると思いますが、ともかくそれぞれの回線でキャパシティが決まっているというネットワークがあるわけです。ですから、例えば東京の大学から大阪の大学にまでですね、膨大なデータをできるだけ高速に転送したいというときは、サイネットのネットワークを使って最大でどのぐらいの転送速度が出せるのか、そのためには東京から大阪にどのようにデータを流すのが一番いいかという問題が現れます。これも実社会に現れる最大流問題の良い例です。他にも身近な実例はたくさんあるので、ぜひ考えてみてほしいんですけれども、実はこの最大流問題は歴史的には1950年代の半ばにアメリカ空軍によって初めて研究されて、その後急速に理論的な研究が進んだという経緯がある問題です。その頃研究されていたのはどういう問題だったかというと、当時アメリカと対立関係にあった旧ソ連では、この地図の中でピンク色で示したモスクワなどのですね、主要な都市から、東ヨーロッパの関連するいろいろな各地に鉄道ネットワークを使って物資を輸送していたんだそうです。そのためアメリカの空軍では空からどの場所を狙えば最も効果的に物流を遮断できるのかというのを知りたかったのだそうで、このご覧の地図のように、鉄道ネットワークの主要な経由地点と、ある地点からある地点までは、最大で何トンまで物資を運べるという、鉄道輸送のキャパシティを調べた結果があって、それを分析していたそうです。先ほど渋滞を緩和する帰宅経路決めとか高速なインターネットの通信経路決めといったいろいろな実例を出しましたけれども、
1955年、この当時は最大流問題というものをまだ誰も認識していなかったし、研究もしていなかったので、当然この問題を解くアルゴリズムも作られていなくて、こういう情報を集めて分析をする専門家が人力で試行錯誤しながら最適解を見つけていたようです。このハリスとロスのこの元の論文ではですね、元の文献では、例えばこの緑色の線で示されているように、特にどこも攻撃しない場合、鉄道ネットワークをフル活用できる場合は、この経路を使うことで最大で何トンまで運べるとかですね。あとは一方で鉄道ネットワークの特定の場所が使えなくなると輸送可能な物資の最大量は何トンから何トンまで減るとか、あと物流を完全に遮断してしまうには、この赤色の破線のように輸送のボトルネックになっている部分だけを遮断すればいい。それはどこかとかですね、そういった考察結果が報告されています。ハリスとロスの研究自体は離散数学の研究というものではなかったんですけれども、このキャパシティ付きの鉄道ネットワークにおける最大の輸送量という問題は、それから離散数学の研究者たちによってネットワークの最大流問題として定式化されて急速に研究が進みました。多くの研究者が非常に精力的に研究をしたので、早くも1956年には今日の離散最適化の分野で非常によく知られている最大流最小葛藤定理とフォード・ファルカーソンの増加度アルゴリズムという結果が確立されるに至りました。この最大流最小カット定理とこのフォード・ファルカーソンのアルゴリズムを次回の授業で詳しく解説しますので、今日はその下準備としてそれらを理解するのに必要なネットワークフローの基礎概念や考え方を整理して解説していきたいと思います。それでは最大流問題におけるネットワークというものをまず定義します。ネットワークというのは、これから述べる3つの性質を満たす有効グラフのことです。第一にソースと呼ばれる、この入り次数が0の特別な頂点 S が一つ存在します。ソースはこの絵にあるようにですね、水が出てくる源というイメージで、水にとってはネットワークに入るための入り口になる頂点です。第2にシンクとかターゲットと呼ばれる出次数が0の特別な頂点 T も一つ存在します。これは流れてきた水を外に排出する、そのネットワークの出口になる頂点です。そして第3に、この図の中にいくつかの数字が書き込まれている通りなんですけれども、ネットワークの各アークには容量キャパシティと呼ばれる皮膚の整数値 C が設定されています。これらの3つの性質を持つような有効グラフのことをネットワークと呼びます。なお、この容量、このキャパシティっていうのはですね、今回は整数に絞って話を進めますけれども、必ずしも整数でなくてもよくて、有理数で考えることも多いです。ただ、教科書の本文では明示的に整数に絞ってはいないですけれども、例題や演習問題はもっぱらアークの容量が整数値で定められているネットワークを扱っていますので、ものを1単位流す、2単位流すというふうに容量は整数に絞って論じていきます。いくつかの細かい注意点として、ここではソースとかシンクについて入り次数0とか出次数0という条件をつけましたが、入り次数や出次数についての縛りが書いてある本もあれば書いていない本もあります。今回の教科書の方ではですね、そういう縛りはつけられていなくて、授業の方ではこの入り次数0とか出次数0という縛りをつけていますけれども、結論から言うとそれはどちらでも構いません。なぜなら例えばこのように入り次数が0ではない頂点をソース S として選んだとしても、S から T に物を流すために必要のない、その S の上流にある部分を無視してしまえば、S の入り次数が0となるように改変した新しいキャパシティ付きの有効グラフを作ることができるからです。同じ理由でシンク T についても、出次数0という条件はあってもなくてもどちらでも構いません。この授業では無駄を省いてシンプルに議論をするために、ソースは必ず入り次数が0で、シンクは出次数が0という流儀で定義をします。もう一つ細かい注意点なんですけれども、先ほどの旧ソ連と東ヨーロッパの鉄道ネットワークの地図がそうであったように、ソースとかシンクが複数あるような流れを考えるということもできます。ただ最大流を考える場合は、ソースやシンクの個数はちょうど1個ずつであると仮定して構いません。
なぜかというと、もしこの図のようにですね、ネットワークの中に S1 と S2 という、2つのソースがあったとしても、S1 と S2 の親である、特別な頂点 S を、勝手に上流に1個だけ付け足してやって、で、さらに S から S1 と S から S2 に容量無制限のアークを新たにくっつけてやりますと、その2つのソースをもう1箇所のソースに束ねたネットワークを構築できるからです。この操作は元のネットワークにおける最大の流量には影響を与えないということに注意してください。というわけで、この授業ではシンクはちょうど1個、ソースもちょうど1個という、そういった整数容量付きのネットワークを考えていきます。次にネットワークにおけるフローの定義です。フローというのは冒頭の実例で見たように、ネットワークのソースからシンクへのものの流れなんですけれども、その流れを設計するというのは、ネットワークの各アークに何単位のものを流すかというのをそれぞれ割り当てるという意味ですよね。なので、フローというのは、数学的にはネットワーク D の各アークに実数値を割り当てる関数で、その次の制約条件を満たすものと定義されます。一つ目の制約条件は容量制限と呼ばれるものです。ネットワークの各アークにはあらかじめキャパシティが定められていて、そのキャパシティをオーバーしないように物を流したいわけでしたから、各アークを流せるフローっていうのは0以上で、かつそのアークのキャパシティ以下であるという制限が課せられています。二つ目の制約条件は、フローの保存則と呼ばれるものです。これはシンクとソースを除く途中の任意の経由点 V において V に入ってくるフローの量と V から出ていくフローの量というのは常にどの点でも釣り合っているというものです。つまり流れっていうのは、輸送の途中でどこかの頂点に留まったり吸収されたりするっていうことは決してなくて、必ず入った分だけどの点でも出ていくということです。これは物理でいうところの、流れ込む電流の和と流れ出る電流の和が等しいという、キルヒホッフの法則と同じことを言っているので、電気回路の勉強をしたことがある人は特にイメージしやすいかなと思います。というわけでフローというのは、容量をオーバーしていなくって、どの頂点でも入る量と出る量が釣り合っているという、この2つの制約を満たして、いればですね、何でもいいわけなんです。なので、例えばこの図にですね、この赤い数字で書き込まれているように、全部0というのも、自明ですけれども、フローの一例です。もちろんこれだと本当に何一つ S から T に物を運ばないというフローになってしまうんですけれども、ともかく先ほどの制約を満たすフローが存在しないってことはなくて、必ずこのような、ゼロフローを含めた解があります。ゼロフローではない別の例を挙げますと、例えばこのようなフローがあります。このようなネットワーク D の任意のフロー F に対して、フロー F の値というものが定義されます。フローの値というのは、そのフローによってソースからシンクに向かってネットワークに流せるトータルの流量を意味しているわけなんですけれども、数学的にはソース S から出ていくフローの合計の量ですね。あるいはシンク T に入っていくフローの合計の量として定義されます。先ほどのフローの保存則という制約条件より、この S から出たフローっていうのは、そのネットワークの途中の点で留まったり吸収されたりしないで、最終的に全部 T に流入するわけですので、S から出る合計の流量っていうのは T に入る合計の流量と等しいということに注意してください。例えば、さっきの何も流さないゼロフローだと、何も流れないので、フローの値は0ということになります。一方、この図の例の場合は S から4単位と3単位合わせて7単位が流れていますので、フローの値は7となります。もちろん T にも合計で7単位のフローが入ってきているということが確認できます。さて、ここまで説明してきた用語を使って述べると、最大流問題というのは、ソース S とシンク T を持ち、各アークに皮膚の整数の容量、キャパシティが設定されているネットワーク D が与えられて、それに対してバリュー、値を最大化するフローを求めるという問題です。
ここで私たちは各アークの容量が整数であると仮定しているので、それに関する有用な結果を一つ紹介しておこうと思います。それは整数流定理というもので、これは各アークの容量が整数であるようなネットワークに対しては、どのアークの流量も整数であるような最大流が存在するというものです。もちろん最大流においては必ずどのアークの流量も整数という意味ではないですけれども、各アークの容量が整数である限りは、例えばある時点で得られているフローの、0単位になっている部分を0から1単位に増やすとか、2単位のところを2から1単位に減らすというふうにして、各アークの流量を整数分動かしてフローの値をどんどん改善していく、更新していけば、やがて必ず最大流の一つが見つかるということです。最適解を探索するにあたって、今1単位流れているところを、0.99単位にしたら全体のフローの値はどうなるかとかですね、1.01単位に変えたらどうなるかとか、そういう実数の範囲でくまなく調べる必要はないということです。ところでここで一つの素朴な疑問が生じると思います。今ここで再び示しているように、ソースからシンクまで7単位を流せるフローの例を先ほど見ました。一方で、こちらは同じネットワークにおける別のフロー F です。ソースからシンクまで7単位ではなくて合計で10単位のものを流せるようになったので、このフロー F は先ほどよりも優れたフローだということを見ればわかると思います。ただ、今から説明するように、この10単位流せるフローっていうのは、このネットワークにおける最大流で、これよりも良いフローっていうのはありません。だとすると、この値が10のフローっていうのが最大流であるということ。つまり、このネットワークに10単位を上回るフローをもう流せないということ。というのは、何を手がかりにして確認すればいいのかということになります。実は最大流問題に関しては、フローの値がこの値に達していれば最大値が達成されていますという、明確な基準が知られています。それが後ほど説明する最小カットの容量という値なんですけれども、一般的な説明を述べる前に、まずは考え方のポイントを具体例で説明していきます。では、この S から T までに10単位流せるフローに、さらに追加のフローが流せるかどうかを考えてみましょう。そのために、このネットワーク D の頂点集合をこのようにソース側とシンク側という感じで、ピンク色と水色の2つに分割してやります。すると S から来た水の流れっていうのが最終的に T に到達するためには、ピンク色のこの範囲から脱出して、どこかで境界線を越えて水色のどこかに入る必要があります。ところがこの紫色の矢印で示しているように、その境界線に相当する、このピンク色から水色の方向に向かうアークというのは、ご覧の通りこの容量が5のアークと、この容量が3のアークと容量が2のアークの全部で3本だけということですよね。じゃあ今すでにフローの値が10になっているというのは、これらの紫色の3本のアーク全部に容量ギリギリまでこのフローを流してしまっていて、それぞれが全部飽和しているという状態なのです。なので、10単位のフローをすでに流してしまったら、この紫色のアーク集合がもう S から T までのもう輸送のボトルネックになってしまっていて、それ以上は流すことはできないわけです。だからこの10単位を流せるフロー F っていうのは、このネットワーク D の最大流であると言えます。この具体例を使った議論を、より一般化した形で書くにはですね、先ほど言及したカットという概念を導入する必要があります。正確に言うと、このソース S を含み、シンク T を含まないピンク色で囲った VD というこの頂点の部分集合 S に含まれる頂点から始まって、水色で囲ったこの S の補集合ですね、必然的にターゲットの方を含むわけですけれども、この水色で囲った S の補集合に含まれる頂点で、終わると。この S からの頂点から始まって S の補集合の頂点で終わる。そんな紫色の矢印で示しているような、この D のアークの集合のことをカットと呼びます。
この場合は、これらの3本のアークっていうのは、これらを失ったらですね、もしここをカットしたら S と S 以外、このピンクと水色が完全に遮断されるアークの集合になっています。なので、カットを表すときはですね、何と何を遮断する、何と何を隔てるカットなのかということを明記するためにですね、このように2つの集合、S と S の集合という感じで表します。で、カットに含まれるアークの容量の相和のことをカットの容量と言います。この場合はこの紫色で示したこのカットの容量っていうのは5たす3たす2でトータルで10となります。もちろんこの S としてどのような頂点の部分集合を選ぶかによってこのカットの容量っていうのは変わりますので D のカットの中で容量が最小のものを最小カットと言います。先ほどの具体例で説明した通り、ソース S からですね、シンク T には、カットの容量を上回る値のフローを流すことはできませんでしたから、この定理が述べるこの不等式のようにですね、結局このフロー F の値っていうのは、どんなに最大化しようと頑張ったとしても、ネットワークのこのカットの容量で頭打ちになるということです。この定理からですね、次の有用な形が得られます。今ここで図示されている例のように、ソース S からですね、シンク T に流せるこのフローの値が10で、容量が同じく10であるような、このカット、紫色のカットが見つかっているという場合は、ちょうど上の定理の不等式の統合が成立しているという状況になっているわけです。左辺がこの F の値で、フローの値で、右辺の方がこのカットの容量なわけですね。それが10で等しくなっているという、その統合が成立している状況です。ですので、各このアークのこのキャパシティの左側に書き込まれているこのフローこそがネットワーク D の最大流であり、同時にこの紫色のカットっていうのが D の最小カットになっているということがこの定理の形から判断することができるわけです。というわけで、今日は最大流問題を理解するために必要なネットワークフローの背景知識、基礎概念、考え方のエッセンスをざっと解説しました。次回は今日の冒頭で述べた最大流を具体的に計算するために考案された最初の方法として歴史的にも有名なフォード・ファルカーソンのアルゴリズムを詳しく解説していきます。